こんにちは、アセンブリ TV です。よろしくお願いします。今回は8年前に設置した、北側の、壁全面棚の、リノベーションをやっていきたいと思います。1回目としては、塗装ですね。元がクローム仕上げだったチャンネルサポートを、艶消し黒に、塗装しました。では作業動画の方をご覧いただければと思います。どうぞ。まずは片付けつつも残していた仮設のキャットウォークを撤去していきます。最終的に何かしら用意してあげたいのですが、そのあたりはまだ未定です。次にチャンネルサポートの平行設置のために貼っていた薄ベニヤを剥がしていきます。一部壁紙が犠牲になりましたが、後処理もありますので気にしません。汚れを落としていきます。使用したのはロハコで購入したアスクルのオフィスのお掃除。よく落ちるのであちこちで対応しています。次にパーツクリーナーを使って簡易的に脱脂をしておきます。パーツクリーナーはモノタロウ製を使用しました。脱脂が終わりましたら念入りにマスキングを行っていきます。動画ではいきなりポリクロスマスカーを貼っていますが、単純に失念していました。養生テープを貼ってからポリクロスマスカーを貼るという手順の方が周辺処理も含めてやりやすいと思います。天井部分に養生テープもマスカーもうまく貼り付かず少々苦労しました。側面や床部分もマスカー2列分ほど余裕を持ってマスキングしたのですが、スプレー塗装ということもあって床などはその範囲を超えて飛散しましたので、念入りに拭き掃除を行っています。マスキングが終わりましたら、まずプライマーとして定番の密着ロンマルチを塗布していきます。1時間ほど乾燥させた後で、個人的定番のアサヒペンの高耐久ラッカースプレー艶消し黒を塗布していきます。しっかり乾燥したのを確認してマスキングを剥がしていきます。この作業楽しいですね。こちらが仕上がった状態になります。映像だとムラなく綺麗に仕上がっているように見えるんですが、光を当てて確認すると側面部はそこそこムラが残ってしまっています。はい、今回の作業はこれで以上となります。仕上がりに関しては、今回一度塗りしかしませんでしたので、光等を当てて側面を見ると結構ムラが出ちゃってるんですけども、今回は、正面が綺麗になるように心がけて塗装しました。なので1回だけで、正面に関しては問題ないレベルかなと思っています。で、なぜ正面だけかと言いますと、最終的にこのぐらいの高さで、このぐらいかな、作業チェストを設置しますので、このぐらい天板が来ることになるんですが、そうした場合ここに隙間が出ちゃうんですね、このままだと。
例えばパソコン等を置いて奥にケーブルを垂らしたりとかする分には良かったんですが、ここの上で例えば金属切削ですとか木工加工とかをやった場合、切りくずですとか切り子等が奥に落ちてしまいますので、この隙間を埋めたいと考えています。なので次の工程としましては、今壁紙が出ている部分に合板を貼っていきたいと思っています。これちょっと厚いんですけども、合板を貼ることによって、基本的に正面しか見えなくなる形にしてしまおうと思っています。なので側面とは多少粗くても今回は OK という形で一度塗りで仕上げちゃいました。でその合板の方なんですけども、15mm で表面が綺麗なやつをちょっと探してまして、見つけたんですけども取り寄せ中扱いになってまして、その在庫復活を待って購入してそれからの作業になってしまうかなと思っています。合板を貼って、その上からオイル等にも強い防水仕様の壁紙を貼って仕上げという形ですね。で一応壁全面棚ということにしてますが、奥今ちょっと見切れてると思うんですけども、一番右の2列は最終的に撤去します。現在はちょっと物置状態になっちゃってますけども、でかつこの辺まで、100mm の作業チェストを作る予定ですので、もうほぼ下はチャンネルサポートは死んじゃう感じですね。で棚は上2段だけつけて、荷物置きっていう形で利用する予定です。ということで次の工程は合板を入手し次第という形になります。それまでお待ちいただければと思います。今回の動画はこれで以上となります。アセンブリ TV では引き続きものづくりに関するレビューですとか、今回のような DIY、そして CNC に関する動画等を撮影していますので、ぜひチャンネル登録と高評価いただけると幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。